皆様こんにちは、セリナです。今回は2月18日発売、エレガンスの新作ファンデーション、ウォータリーフィルミックファンデーションと、エレガンス2023スプリングコレクションより、新作アイシャドウ、エタンセルアルモニーアイズの新色3色、スリークフェイスの新色1色、そしてブリリアントルージュビジョンの新色2色をご紹介していきます。スプリングコレクションと同時に発売された新作のファンデーションは SPF50 PA4+で皮脂や汗にも崩れにくいということで、崩れが気になりだすこれからの時期にとても注目のアイテムですよね。今回は秋冬に発売されて保湿感とツヤ感の綺麗さが人気のスティーミングモイストファンデーションとの違いを比較しながらご紹介していきます。またスプリングコレクションの中でも特に注目度の高い新作のエタンセルアルモニーアイズはそれぞれ1色ずつカラーの単色塗りをお見せした後、パレットごとのメイクルックもご紹介していきますので、少しでもカラー選びの参考になれば嬉しいです。こちらのチャンネルでは他にも新作のベースメイクや春コレクションを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずは新作のウォータリーフィルミックファンデーションからご紹介していきます。しなやかで極薄なフィルム膜、一塗りでピンとしてツヤを感じる表情美、汗や皮脂にも負けない続く透明感、肌に自信を、心に余裕を。極薄のフィルム膜で包み、しなやかな透明感のある肌へ、汗や皮脂にも崩れにくいリクイドファンデーションということで、こちらは SPF50 の PA4+、専用スポンジ付きとなっております。カラーは今回イエローよりの標準色 IV302 のカラーでご紹介していきます。続いてエレガンス2023スプリングコレクションより新作のエタンセルアルモニーアイズ、きらめく交際アイ、弾ける色と輝きで見せる眼差しへ、肌に溶け込むように弾けるきらめき、色と輝きのハーモニーで見せるグラデーション、眼差しから光彩を放ってあなたの美しさがひときわ光り輝く。今回は01番優美で色が漂う目元に、02番ヘルシーで生き生きとした目元に、03番スマートで凛とした目元に。以上の新色3色をご紹介していきます。続いてみずみずしい光を放つように透けるように柔らかな色づきのクリームチーク、スリンクフェイス N から新色が登場。ご紹介していくのは PK107 番、肌の内側から光を放つような輝きのペールというカラーです。そして透明感と鮮やかさを併せ持った遊び心のあるカラー、みずみずしく軽やかなリクイッドルージュ、ブリリアントルージュビジュからも新色が2色登場。11番純度の高い鮮やかなマゼンタピンクと、12番繊細な輝きを放つ透き通るようなピンク。以上の2色をご紹介していきます。まずは新作のファンデーション、ウォータリーフィルミックファンデーションからご紹介していきます。SPF50 PA4+で汗や皮脂崩れにも強いということで、これからの時期にすごく活躍してくれそうですよね。今回は秋冬の新作ファンデーションとして発売された保湿力が高いタイプのスティーミングモイストファンデーションとどんな感じの違いがあるのか比較しながら見ていきたいと思います。今回下地はこちら、崩れにくさや保湿力のバランスが取れているポーランド・ジョーボーテのモイスチャライジングファンデーションプライマーの01を塗っているので、まずはこちら側に秋冬に発売されたモイストファンデーションを塗っていきます。こちらのファンデーションは昨年の秋冬に発売された新作の中でも特に保湿力が高くて、こんな感じでスキンケアのようにスルスルと伸びてくれるタイプです。
高保湿な分、崩れにはあまり強くないですが、乾燥が気になるという肌タイプの方にはとてもおすすめです。はい、モイストファンデーションはこんな感じです。顔全体にスチームを浴びた後のような、しっとりとつるんとしたツヤ肌に仕上げてくれます。赤みやニキビ跡は少し透ける感じが気になるくらいナチュラルなカバー力です。それでは反対側に今回の新作、ウォータリーフィルミックファンデーションを塗って比較していきます。こちらのファンデーションはよく振ってから付属のスポンジを使って塗っていくのがおすすめとのことでした。こんな感じでスポンジに直接ファンデーションを出して、そのまま顔の中心から外側に向かって塗っていくのが推奨とのことでした。手元で見た時よりも意外とカバー力がありますね。ただ、こんな感じで伸ばしていくと、反対側に塗っているモイストファンデーションと同様、程よく肌の透け感は残る感じなので、厚塗り感は全然なくて自然な仕上がりですが、毛穴や凹凸を綺麗にフラットにしてくれています。はい、まず一度塗りだとこんな感じです。一度塗りの時点でも比較してみると、新作のウォータリーフィルミックファンデーションの方がカバー力が高く見えますが、スポンジを使って塗っているからか、近くで見ると意外と素肌の透け感も残っています。もう少し重ねていきたいと思います。赤みやニキビ跡など気になるところをタップして重ねていくと、こんな感じで、でも重ねても汚くはなりませんが、完全にカバーするというわけではないので、密着感が高い分、薄付きだけど毛穴や凹凸は綺麗に見せてくれるようなタイプですね。はい、こんな感じで、こちら側が新作のウォータリーフィルミックファンデーション、反対側が秋冬に発売されたステーミングモイストファンデーションを塗って比較しています。このくらいの距離で見ると、それぞれの仕上がりの違いがわかりやすいですよね。新作のウォータリーフィルミックファンデーションは、しっかりと肌全体をカバーして、滑らかでツルンとした肌に見せてくれていますが、何度か重ねてもこんな感じで、近くで見ると程よく素肌が透けるような感じも残っているので、厚塗り感はないけど、毛穴や凹凸を綺麗に見せたいという方にぴったりなファンデーションです。どちらも面で光るようなツルンとしたツヤが綺麗で、ウォータリーフィルミックファンデーションは SPF50 の PA4+ 入っていますが、かなり保湿力の高いスティーミングモイストファンデーションと同じくらいの保湿感を感じるので、紫外線対策もしっかりとしつつ、保湿も叶えてくれるようなタイプです。こちらのファンデーションかなり使いやすいですね。アップで見るとこんな感じで厚塗り感もなく肌の透け感を感じることができます。そして今回どちらもイエロー寄りの標準色 IV302 というカラーをセレクトしていますが、店頭で BS さんにお伺いしたところ、今回の新作のファンデーションはモイストファンデーションよりもカラーがしっかりつく分明るく感じるので、ワントーン下げたカラーでもいいかもしれないとお伺いしたのですが、意外とモイストファンデーションの方が肌が透ける感じがするからか、明るく白っぽく発光するようなイメージなのに対して、新作のウォータリーフィルミックファンデーションは、より黄みが強くてヘルシーに発光するような感じに見えました。比較してみるとより色出しの違いを感じました。ではこの上から顔全体に同じエレガンスのラプードルオートニアンスの4番をブラシに取って肌全体に塗った後、マスクをして4時間ほど過ごしてみて、崩れ方にどんな感じの違いが出るのか見ていきたいと思います。新作のウォータリーフィルミックファンデーションは汗や皮脂崩れに強いとのことなので、どんな感じかとても楽しみです。はい、あれから約4時間マスクのまま過ごしました。崩れ方にどんな感じの違いが出ているのか見ていきたいと思います。まずマスクへの色移りはこんな感じです。今回も 3D タイプのマスクを使用しましたが、やはり両方とも顔がよく当たる位置にファンデーションの色移りが気になりました。そして今回の新作、ウォータリーフィルミックファンデーションは2時間ほど経過した時点ではマスクへの色移りは気になりませんでしたが、
少し汗ばんだり皮脂が出てきたなと感じた3時間後くらいからマスクへの色移りが気になりだしました。ただマスクの中の肌はこんな感じで、このくらいの距離で見てもわかる通り、秋冬に発売されたスティーミングモイストファンデーションはファンデーションが薄くなってしまって赤みや色ムラが透けている感じがわかりやすいと思いますが、新作のウォータリーフィルミックファンデーションは薄膜ながらもちゃんと塗りたてのようなカバー感は保っているかなと思います。アップで比較するとこんな感じで、やはり近くで見ると新作のウォータリーフィルミックファンデーションも小鼻の横あたりのテカリやマスクがよく当たる位置のファンデーションが少し薄くなっている感じはしますが、スティーミングモイストファンデーションは素肌に近いくらいファンデーションが薄まってしまった感じがするので、比較してみるとより新作ファンデーションのラスティング効果がわかりやすいと思います。肌表面を触った感じも新作のファンデーションは小鼻周りなどもベタつきが気にならなく、塗りたてのようなさらりとした軽い質感を保っているので、塗っている間も薄膜で負担感がないけれど、毛穴や色ムラは自然にカバーしてくれて、比較的崩れにも強いファンデーションをお探しの方におすすめだなと思いました。肌への密着感が高いタイプですが、塗っている間も乾燥してくる感じは全然気にならなくて、かなり高保湿なスティーミングモイストファンデーションと同じくらいの保湿感を感じたので、崩れにくく保湿感も高いというところはとても嬉しいですよね。では続いて新作アイシャドウ、エタンセルアルモニーアイズをご紹介していきます。まずは01番から1色ずつ単色塗りをしてカラーをご紹介していって、その後に2色を使ったメイクルックをお見せしていきます。まず01番の左のカラーです。パレット上で見ると発色が強そうに感じますが、意外とこんな感じで軽い粉質で伸びがいいので、指で塗ってもこのくらいナチュラルに調整することができます。手元で見るよりもまぶたの上に乗せた方がラメやパールのきらめきは抑えめな印象です。はい、1色目はこんな感じです。手元で見るよりもラメやパールのツヤ感は抑えめだなと思いましたが、瞬きをした時や顔を動かした時にさりげなくメタリックっぽくキラッと輝く感じがとても可愛いです。深みがあって色っぽいカラーで素敵ですね。続いて右のカラーです。手元で見た時もものすごくこのラメとツヤの感じが綺麗だなと思いました。ベースは素肌の透け感も残しつつ、ほんのりピンクオレンジのようなカラーがついていて、その上にさらにピンクやオレンジやゴールドの大粒ラメがきらめきます。はい、右のカラーはこんな感じです。手元で見た時と同様、大粒のラメがキラキラと輝いてとても可愛いです。粉質は軽いタイプですがしっとりもしているので、ラメはしっかりと入っていますが、ラメ飛びする感じも気になりにくく、まぶたに綺麗に溶け込んでくれます。さすがエレガンスという感じの粉質です。それぞれ引きで見るとこんな感じです。より右のラメカラーの感じがわかりやすいと思います。それでは01番を使ってメイクを仕上げていきます。まずはベースに今塗っている左のカラーを塗っておいて、上から右のカラーを重ねていきます。左のカラーが意外とラメすぎずにカラーがしっかりと乗ってくれるタイプだったので、こんな感じで右のラメを全体にしっかりと乗せてもちゃんと立体感が出て可愛いですよね。やはり重ねることでよりこのラメも生きてきて、パープルの色っぽさにピンクオレンジの柔らかさが加わってとても今っぽい目元になります。右のカラーのベースについているピンクオレンジのカラーで自然なグラデーションにもなってくれますね。そのまま左のカラーを付属のチップの太い面に取って、下まぶたの目の際から少し滲むようにまつげの際全体に発色させた後、今度は右のカラーをチップの細い面に取って細くライン状にまつげの際に入れていきます。
プでのせるとよりしっかりとラメが乗る感じがします。はい、エタンセルアルモニアイズ01番を使ったメイクが完成しました。2色だけしか使っていないのに、ちゃんと目元に立体感も出ていて、カラーの配色もとても今っぽいので、テクニックいらずで簡単にグラデーションも作ってくれて、すごくいいパレットだなと思いました。グラデーションを作ったり、カラーの配色を考えるのが苦手という方や、急いでメイクをしたいという時にも大活躍してくれそうです。パッケージもとても軽いので、旅行や持ち運んでメイクしたいという時にもいいですよね。01番はトレンド感のある配色がとても素敵です。続いて02番です。まずは単色塗りをしていきます。1色目、左のカラーです。01番の左のカラーよりもさらに発色がナチュラルでした。こんな感じで指でしっかりと塗ってもカラー自体が淡い色合いだからかべったりとついてしまうこともなく、ほんのりベースカラーとしても使えそうな発色です。やはりラメの感じはとても微細で控えめですね。はい、左のカラーはこんな感じです。指でしっかりと重ねていくと、内側からじわっと滲んだような絶妙な発色で柔らかさがあって、こちらもものすごく可愛いカラーですね。温かみのあるオレンジピンクという感じの発色で、こちらもトレンドを抑えています。続いて右のカラーです。シルバーっぽい明るいラメも入っているからか、01番よりもさらにラメによる艶めきが強く感じます。華やかでとても素敵です。こちらも見た目ではザクザクとしたラメを感じますが、パウダーはかなり滑らかな質感なので、ラメによるザラつきやラメ飛びも気になりにくいです。はい、右のカラーはこんな感じです。シルバーやシャンパンゴールドのような透明感を感じる大粒ラメがぎっしりと詰まっています。ただ引きで見るとこんな感じで、意外とベースのカラーに温かみも感じるので、単色で使っても白浮きしてしまう感じがしないです。柔らかさとラメの華やかさが両立されたパレットですね。では02番も先ほどと同様の手順でメイクを仕上げていきたいと思います。現在左のカラーをベースに塗ってあるので、この上に全体的に右のカラーをかけていきます。この左のふんわりとしたカラーと右のしっかりとした大粒ラメのニュアンスミックスが立体感を生んでくれますね。柔らかさと華やかさを両立してくれています。下まぶたもチップの太い面で左のカラーを塗った後に、上からチップの細い面で右のカラーをライン状に入れていきます。左のカラーはチップで入れるとよりふんわりと発色するので、下まぶたにしっかり発色させても全然濃くなりすぎないので、とても使いやすいです。はい、02番のメイク完成しました。オレンジとシャンパンゴールドのパレットですが、オレンジもふんわりとした質感でピンク寄りのオレンジカラーだったり、シャンパンゴールドもとてもシアーな発色だからか、ヘルシーな印象にはならずに、柔らかくて優しい印象の目元に仕上がっていますよね。左のオレンジカラーは意外と発色がナチュラルだったので、この2色だと少し物足りないかなと思いましたが、上から重ねたラメカラーの効果で目元に立体感も出たので、シメールなしでもちゃんと綺麗なアイメイクに仕上がっています。02番のパレットは優しいオレンジカラーのパレットで、実際にまぶたの上に乗せてみた方が可愛いなぁと思いました。最後03番です。まずは単色塗りをしていきます。こちら左のカラーです。今回発売された新色3色のうち一番しっかりとシメール効果を発揮しそうですよね。まぶたの上に乗せてみるとこんな感じで、カラーもしっかり深みがありますが、一番ラメを感じます。ブラウン系のシメ色にシルバーやブルーの
大粒ラメが入っていて、透明感も感じられます。はい、左のカラーはこんな感じです。指で塗っても粉質はこちらも軽いので、濃くなりすぎたりカラーの調整が難しいということはないですが、今回発売された新色3色のうち一番深みがありました。ベースは少しグレーニュアンスも感じるブラウン系のカラーですが、上にシルバーやブルーの大粒ラメが輝くので、顔を動かすたびにまた違った表情に見えて、とても絶妙なブラウンカラーです。続いて右のカラーです。手元で見た時と同様、意外とまぶたにのせるとそこまでグリーンは強く発色しなくて、ほんのりと透明感とグリーンニュアンスを感じるようなラメカラーです。03番のパレットは左のカラーにもしっかり大粒ラメが入っていたからか、右のカラーは他のパレットと比較するとラメは控えめな感じがします。はい、右のカラーはこんな感じです。そこまでグリーンが強く発色しないので、とても使いやすいと思います。それぞれ引きで見るとこんな感じです。それでは03番でメイクしていきます。ベースに左のカラーを塗ってあるので、上から右のカラーを重ねていきます。重ねるとこんな感じで、より透明感がアップしますね。この組み合わせ、ものすごく可愛いです。そして下まぶたは左のカラーをチップの太い面にとってしっかり発色させた後、右のカラーをチップの細い面にとって目の際にライン状に塗っていきます。チップで塗るとよりラメがしっかりと乗る感じがしますね。透け感があるので、意外と下まぶたに塗っても暗くなりすぎないです。ブルーのラメが反射して目元が綺麗に見えます。はい、03番でメイクするとこんな感じです。ブラウンカラーに入っているブルーのラメとグリーンのラメを組み合わせることで、ブルーからグリーンの透明感も感じるようなグラデーションになって、全体のイメージとしてはブラウン系のメイクですが、洗練されていてとてもおしゃれなブラウンメイクに仕上がっていると思います。引きで見ると光の角度によっていろいろなニュアンスが楽しめるところも素敵です。派手なカラーではないですが、おしゃれな目元に見えるというところがすごいですよね。このカラーは発売前から一番注目していましたが、新色の3色の中でも特に可愛いなぁと思いました。続いてクリームタイプのチーク、スリークフェイスの新色をご紹介していきます。こちらはカテゴリーとしてはクリームタイプのチークということですが、手元で見た感じ、カラーは乗らずに白っぽいパールの艶めきを感じたので、今回は C ゾーンにハイライトとして使ってみたいと思います。やりすぎ感はなくて、とても自然に肌に馴染んでくれますが、白っぽいパールの光が顔全体に集まって、こんな感じで程よく透明感を出してくれます。ただこちらのすごいところは、かなりしっとりとしているクリームタイプですが、肌の上にのせるとすぐに馴染んでくれて、ベタつくことなく肌に馴染むとサラサラに仕上がるので、こういった練りタイプのアイテムを使ってツヤを出したいけど、マスクによる摩擦などでよれや崩れが気になるということにもすごく使いやすいと思います。今、フェイスパウダーを塗っている上から重ねましたが、パウダーの上に乗せてもパウダーが固まって汚くよれてしまうということもないので、すごく質感もいいと思います。こんな感じで頬の高い位置にもう少し重ねてみると、より白っぽい光が顔全体に集まる感じがわかりやすいと思います。ハイライトで作った強いツヤ感というよりも、パール入りのファンデーションを塗った時のような自然なツヤという感じで綺麗ですね。今このスリークフェイスを C ゾーンと頬骨にかかるようにハイライトとして塗って、頬骨の下からスリークフェイスに少しだけかかるように
同じエレガンスのカランドゥフェイス102番をチーク使いしてみましたが、パウダータイプのチークとこのスリークフェイスの境目が混ざり合うと、こんな感じの張り感のあるつるんとした綺麗なツヤが出て、チークのベースとまではいかないですが、チークの境目に重ねるととても綺麗だなと思いました。こんな感じでブラシを使ってチークゾーンとこのスリークフェイスに少しかかる位置になじませていくと、チークが固まってしまうということなく、綺麗なツヤが出てボケてくれるので、こういった使い方すごく綺麗だなと思いました。では最後、ブリリアントルージュビジュの新色2色をご紹介していきます。まずはこちら、11番のカラーです。ブリリアントルージュビジュは、このプルッとしたツヤがすごく可愛いですよね。ツヤと色持ちを両立してくれているというところも個人的に好きなポイントです。はい、11番はこんな感じです。純度の高い鮮やかなマゼンタピンクというカラーですが、塗ってから少し時間が経つとどんどん高発色なピンクカラーに変化していきます。青みの強いかなり明るめのピンクという感じの発色です。そしてこちらのブリリアントルージュビジュはティッシュオフをするとこんな感じでツヤは抑えられてしまいますが、カラーはしっかりと残るので保湿もしつつ色持ちもいいタイプなリップです。続いて12番です。12番は手元で見た感じ透け感があるクリアなピンクなのかなと思いましたが、先ほどの11番と同様、少し時間が経ってくるとかなり明るいピンクカラーに発色していきます。はい、12番はこんな感じです。こんな感じで少し時間が経ってくると結構しっかりピンクのカラーが発色しますよね。そして手元で見た時に結構しっかりと感じた達色のラメは唇の上にのせるとあまり目立ちませんが、ツヤと多色のラメで唇をぷっくり立体的に見せてくれています。リップカラーは2色とも春らしさがアップする明るめのピンクカラーでした。はい、ではこんな感じで2月18日発売エレガンスの新作ファンデーションと春コレクションをご紹介していきました。今回特に注目度の高かったエタンセルアルモニーアイズはとにかくラメのきらめきが綺麗なのと、3色ともトレンド感をしっかりと抑えた配色で、2色のアイシャドウなのにテクニックいらずで綺麗なグラデーションとおしゃれなアイメイクが楽しめるところがすごくいいなと思いました。今回ご紹介したアイテムは全て新作となっておりますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。